こんにちは、猫のちてあみです。今回はシュシュ風で可愛い首輪を編みました。毛糸で簡単にできます。柔らかめの糸で作ってみました。可愛い首輪を猫ちゃんにプレゼントしましょう。それでは本編へ。材料はこんな感じです。毛糸はダイソーで購入しました。毛糸はダイソーのフラワーフレークです。色はローズで約 25g です。標準ゲージが19目26段です。おすすめ使用針がかぎ針7号です。安全コネクターもダイソーで購入しました。引っ張ると取れるタイプです。今回はかぎ針7号を使用します。編み方概要です。全体像はこちら。まずは首輪部分の紐を編みます。鎖編み60目編んで引き抜き編みで折り返します。首輪部分は紐でも OK です。安全コネクターをつけて紐を編み込みながら細編みを編んで、あと2段は上の編み図のように編んでいきます。全体の大きさは約25センチほどです。それでは編んでいきましょう。指に糸を巻いて崩れないように取って長い糸を取り作り目を作ります。作り目ができました。かぎ針を刺して糸を取ります。鎖編みを60目編んでいきます。ここは首輪の元の部分になるところで、編まずに太めの糸を使用しても OK です。一応長く作っても後から調整できるのですが、面倒だなという方は紐の方がおすすめです。私も一度細編みまで行って糸をほどいたので、紐の方が面倒ではないかもしれません。編めました。長さは34センチほどです。立ち上がりの目を編んで、裏山を拾って引き抜き編みをしていきます。裏山にかぎ針を刺して糸を取って一気に引き抜きます。これを繰り返していきます。完成の長さは鎖編みの長さから少し縮みます。10目くらい鎖編み引き抜き編みを編んでみて、長さを測って計算して編むのがおすすめです。編み目は後からほどけるので、少し長めだと安心です。編めました。長さは25センチほどです。ただ次の細編みで紐の長さが伸びたので、長さはご参考までに。余った糸を切って最後の目に糸を通します。
き絞って向きを間違えないように安全コネクターを通します。私は手でやりましたが、ゴム通しなどを使っても OK です。紐を引っ張って結びます。結び目を端の方に寄せます。できました。もう片方にも安全コネクターをつけます。一度猫ちゃんに合わせてみます。長さが OK なら紐を切ってできました。長さは25センチほどです。指に糸を巻いて崩れないように取って長い糸を取り作り目を作ります。かぎ針を刺して紐の下から糸を取ります。もう一度糸を取って細編みが編めました。この調子で紐全体に細編みを編んでいきます。私は何も考えず編んでしまいましたが、鎖編みの1目目の方が最後になるように編むと細編みを編んで伸びてもほどきやすいので、1目目側が最後になるように編むのがおすすめです。私は逆でほどきました。あとは輪っかで編みましたが、コネクターを外した方が編みやすかったです。編めました。長さが長かったので少しほどきます。結び目をほどいて糸を引っ張って目をほどいていきます。引き抜き編みの方は引っ張りすぎると全部ほどけるので注意です。鎖編み部分と引き抜き編み部分を慎重にほどきます。鎖編みの方は引っ張ってもほどけないのですが、引っ張りすぎると結び目になってしまうので注意です。うちの猫さんはコネクタを含め25センチぐらいがちょうどいいので25センチに合わせます。目的の長さになったら紐を結んで糸を切ったら OK です。再度細編みをしてちょうどいい長さになりました。立ち上がりの2目を編んでもう1目鎖編みを編んで1目目に中長編みを1目編みます。間に鎖編みを1目編んで2目目に中長編みを編みます。
鎖編みを1目挟んで同じ目に中長編みを編みます。こんな感じで中長編み2目編み入れながら間に鎖編みを挟みます。うちの猫ちゃんは短めの首輪が好きなので中長編みにしましたが、長めのフリルにしたい場合は長編みに変えても OK です。編めました。編めたら最後の段です。鎖編みを3目編んで前段の鎖編み部分に束に編む細編みを編みます。編んだら鎖編みを3目編んで次の鎖編みに束に編む細編みです。繰り返していきます。ここだけ色を変えても可愛いですね。もう少しで完成です。編めました。編めたら糸を切って最後の目に糸を通します。通したらとじ針に糸を通して編み目に沿って糸を通します。糸を引き抜いて糸を切ります。反対側の糸も入れ込みます。完成しました。気に入ってくれた様子です。ぜひ作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。